どうも、クーピーチャンネルです。今日は自分の住んでいる奈良県でももう雪が降っています。そこで確かめたかったこの嫁のノーマル N 番で眠れるのか確かめます。もう近くの山は真っ白です。あそこに行ってみます。前に氷点下車着した時は眠れませんでした。断熱のない普通の車舐めてました。今回はマイナス5度まで対応のナンガの冬用シュラフ、それにこの電気湯たんぽ、こちら使ってみます。そしてこちら石油ファンヒーター使ってみます。前回電気のパネルヒーターとカセットガスストーブを使ってみたんですけど、電気のパネルヒーターは全然暖かくならず、カセットガスは温まるんですけど車内はポカポカまではいきませんでした。雪用のワイパー持ってきましたんで、これつけておきます。はい、交換完了しました。これ嫁の車なので若者で持ってきます。今回嫁に車借りるとき、雪の中で車中泊したいって言ったらおもろそうやんって言ってくれました。そしてこのカーテン作ってくれました。これで目隠しもできたんでゆっくりくつろげそうです。今現在平地走ってるんですけど、気温が2度、そして雪はもう積もってます。平地でこれなんで峠行ったらかなり積もってると思われます。そして天気予報によると外気温はマイナス5度まで峠の方は下がるようです。今日車中泊する場所なんですけど、峠の駐車場、トイレある場所何か所か目星つけてます。とりあえず行ってみて様子見たいと思います。現在標高が300メーターです。外気温はマイナス1度、氷点下入りました。N 版のライトめっちゃ明るくて見やすいです。ただこれちょっと心配なのが LED ライトなんですね。なのでもっと気温下がるとライトについた雪が溶けなくて視界が悪くなる可能性があります。お、びっくりした。木が倒れてます。雪の重さに耐えられなくて木が倒れて片側一車線塞いでました。これ暗いんで結構本当危ないですね。ここの駐車場なんですけど、熊出るっていう看板がある駐車場なんです。トイレあるんでかなりいいんですけど、で最近ですね、ニュースでこの大峰山系、この近くの山で実際熊が出て事件が起きました。なので何かあったらすぐ出れるようにこのエンジンつけたまま様子見ます。うわ、すごい積もってます。すごいですね。サラサラの雪です。ちょっとさっき声出しておきましょうか。熊来たあれなんで。はっは、ここおれよ。もう車体の下やタイヤに雪がびっしりこびついてます。ライトは大丈夫ですね。全然ついてないです。ここは候補にしつつ、もうちょっと先に温泉もありますんで標高を上げて調査行ってきます。あ、なんかイルミネーションされてます。うわー、めっちゃ綺麗やなこれ。雪は止みましたね。ちょっとこの近くに
温泉ありますんで一回寄ってみます。到着しました。標高は821メーターですね。ここもめちゃくちゃ積もってます。ここは有料の駐車場なんで比較的安心です。雪は止んだんですけど、風が少し吹いていて、もう風が本当に突き刺さるように冷たいです。ここトイレもあるんで、ここで車中泊できたらいいですよね。ちょっと一回温泉施設の方に聞いてみます。大丈夫ですか？あ、わかりました。ここは24時間。24時間。わかりました。はい、ここは24時間の有料の駐車場なんで、お金払ってくれたら大丈夫と言ってくれました。それでは温泉入って、その後ここで車中泊して明日の朝出発したいと思います。それでは車中泊のセッティングしていきます。サイドブレーキ凍る可能性がありますので、もうパーキングに入れて、この輪止め車にかましておきます。はい、これで OK ですね。多分明日の朝埋もれてるんで、なんか忘れそうで怖いですね。窓のシェードも取り付けます。ここはね、カーテンつけたんで、もうシェードじゃなくてカーテンしておきます。で、今回この窓開けた時に、前回少し雨が入ってきたんですけど、雨どいを購入しました。それを今からつけます。これなんですけど、換気扇と同じナッツバンライフプロダクツさんから購入しました。これも超簡単で、ここに留めて、この100均で売っているこういったクリップですね。このクリップで挟みます。反対も留めます。そしてこれで OK です。そして反対側も取り付けておきます。こんな感じで少しだけ外に出ています。なので窓開けた時にちょうど雨が入らなくなります。出っ張ってますんで、走行中は取り付けられません。外気温を測りたいんで、このワイヤレスの温度計、ここに置いておきます。今の温度計ワイヤレスなんで、一応この有線の温度計もう一個設置しました。はい、それではこれで一旦お風呂入ってきます。うわ、お風呂上がったら大雪です。すごい待ってます。ちょっとかなり温まったんですけど、また冷えそうです。で、車内戻ります。うわ、フロントウィンドウももうすでに雪で埋まってます。車内の温度かなり下がってそうです。車内息が白いぐらい冷えてます。現在の車内の温度が 2.4 度、外がマイナス 4.2 度です。これはやばいですね。まだまだ外気温下がると思います。ナンガのこの用意した登山用寝袋、マイナス5度までなんですね、快適温度が。先ほどの外の電光掲示板マイナス8度だったんで、ここもそのぐらい下がる可能性があります。このロゴスの2度まで対応している寝袋、一応今回かぶらずに下に敷こうと思って持ってきたんですけど、寒すぎて眠れなかったら寝袋二重にしたいと思います。これもう冷蔵庫電源いらないですね。ノンアルコールビール持ってきたんで、もう外の雪で冷やします。お、かなり積もってます。冷蔵庫冷やす用の雪もこの中に入れてきます。で、雪をここに入れて冷やしていきます。いろいろしていたら車内がもう 1.3 度まで下がってきました。寒くて手がかじかんでいたんで、石油ファンヒーターつけます。これ家で実際に使ってるやつなんですけど、日本製の大日という会社が作ってます。石油は今回来るときに満タンしてきました。もうほとんど上まで来てます。実際に使ってみて燃費と消費電力を調べます。ポータブルバッテリーは2台持ってきました。こちらがミドルタイプの容量 580Wh タイプです。そして奥が 1000Wh タイプ、これ結構容量ありますんで、
今回照明や料理など全てこっちで使います。なのでこの容量 580Wh タイプのポータブルバッテリーは石油ファンヒーターのみで使います。使用時間とポータブルバッテリーの残量を後で調べます。現在の残量は 100% です。スイッチオン。最初ついて 436W も消費されてます。最初の消費電力は大きいようです。窓開けて車内換気しておきます。反対側も開けておきます。はい、これで OK です。窓プラスこの一酸化炭素警報器、天井付近に設置してきました。これね、やばいです。桁違いのあったかさです。これは気持ちいいです。カセットガスのヒーターの10倍ぐらいあったかいです。後で料理しますんで準備しておきます。こちら側にフライパンとお箸、調味料、コップなど置いてます。こちら側は長尺物っていうんですかね、この料理で使うラップやアルミホイルを置いてます。このパンチングボード収納以外にこのカーテンなど他にもベッドなど現在車中泊仕様に DIY してます。こちらはまた後日別で動画出したいと思います。まだ15分ぐらいしか経ってないんですけど、もう車内は 11.8 度まで温度上がりました。で、天井付近に温度計セッティングしてるんですけど、そちらは 13.4 度です。走行中はずれないようにこの100円ショップで売っていた滑らないマット、こちら引いてきました。それではキンキンに冷えたノンアルコールビールいただきます。埋まってます。完全に埋まってます。キンキンです。それではいただきます。暖房をつけて1時間近く経ちました。かなり暑くなってきました。ちょっと設定温度下げときます。で、現在の車内の温度が 22.8 度、天井付近は 24.2 度です。ポータブルバッテリーの残量は 77% と 23% も減ったんですけど、今設定温度下げたらこの消費電力が 21W、 かなり省エネになりました。ここから長時間持ってくれそうです。それではお腹すいたんで車中飯いただきます。今日はこの札幌一番塩ラーメン、インスタントラーメンで塩ラーメン鍋作ります。これ簡単でめちゃくちゃ美味しいんですよ。材料はこの塩ラーメンと料理酒大さじ1、塩少々、あとは好きな具材です。今日はこの IH 対応のアルミ箔鍋で鍋作っていきます。そして忘れてはいけない麺も一緒に入れます。
いやーもうほんと美味しそうな匂いしてます。で最後にこの付属の切りごまこちらかけていただきます。あ、ちょうどいいです。塩ラーメンと豚肉や海鮮類のうまみが混ざって最高のスープになってます。なんて罪の味なんでしょうか。麺が海鮮、豚、すべての旨味を吸って最高の塩ラーメンになってます。ごちそうさまでした。いや、美味しくて鍋2回戦しちゃいました。石油ファンヒーターも食事中暑かったので切ってました。だいたい30分ぐらい切りました。でまた寒くなってきたんでつけます。具材少しだけ余ったんで冷蔵庫の中に入れてきます。このたくさんの旨味が凝縮された塩ラーメン鍋のスープで炊き込みご飯作ったら絶対美味しいですよね。明日の朝はそちらをいただきます。石油ファンヒーター使っていたこのポータブルバッテリーなんですけど、残量が 31% になりました。使用時間はだいたい4時間半ぐらいです。最初はガッと20何%減ったんですけど、あとは1時間ごと 11% から 13% ぐらい減る消費量でした。このままいくと残り2時間半ぐらいで切れるんじゃないかなと思います。なので容量 580Wh のミドルタイプのポータブルバッテリーで7時間ぐらい約一晩持つことができます。石油の最終残量はまた明日帰るときにチェックしたいと思います。それでは外の様子どうなっているのか、このドアから直接見ます。お、すごいな。さらに増えてます。もうこのドアのギリギリまで来てます。パウダースノーなんで風で雪が舞ってます。めっちゃ綺麗ですね。メジャーありますんで積雪どのぐらいなんか測ってみます。24センチぐらいですね。ミラーなんですけど、この少ない面積の上にかなり積もってます。そしてこの助手席のドアの横、これつららみたいにできてますね。すごいな。天気予報によるともうこの雪で止むみたいなんで、これ以上は積雪増えないと思います。明日の朝の光景楽しみです。今外気温なんですけど、この有線で外に出している温度計ではマイナス 2.2 度です。天気予報アプリではマイナス5度まで下がると表示されてました。マイナス5度だったらこのナンガの寝袋マイナス5度快適温度なんで、こちら1枚で今日は寝て試してみます。この電気湯たんぽだけ使います。今から温めておきます。65度に設定しておきます。電気湯たんぽの消費電力なんですけど、現在 295W ぐらい、 LED 照明が 15W ぐらいなんで約 280W 消費されてます。はい、湯たんぽもできました。だいたい65度まで10分から15分ぐらいかかってました。最高です。めっちゃあったかいです。じゃあこれシュラフの中入れます。湯たんぽは足元の方に入れていきます。そしてこのワイヤレスの温度計、これもシュラフの中に入れて温度測ります。今シュラフに入れた温度計が 6.8 度。ここから何度上がっていくんでしょうか。楽しみです。現在の車内の温度は 13.3 度。そして天井、ここに置いてる温度計が 15.3 度。やっぱり天井付近はあったかいですね。外気温がマイナス 0.5 度なんですけど、これ今雪の中埋もれてるんで逆に温度上がってると思います。この軽バンで気になるのがこの鉄板の温度やこのプラスチック、こういうところの温度ですね。何度なのか調べてみます。
これ赤外線の温度計です。まずはこの鉄のとこからいきます。12度ですね。そしてこのプラスチックのとこ行ってみます。12度。同じですね。意外ですね、これは。このバックドアのとこ、これ、なんか布みたいな感じなんですね。これ何度か調べてみます。16度。ちょっと高いですね、温度。ここの鉄板は 11.6 度。やっぱ12度ぐらいですね。この木何度なんでしょう。木は結構温度高いですね。19度です。ということは、よくバンライフとかされてる方で、木で覆ってる方多いんですけど、それは正解ということですね。断熱効果あるようです。このガラス何度か測ってみます。6.7 度。やっぱ寒いですね。で、この断熱したシェード何度でしょうか。16 度。やっぱ断熱されてますね、ちゃんと。そしてこの床、底冷え結構するんですよね、車。ここ何度か調べておきます。2.3 度。そら寒いわけですね。冷気は下から来るようなので、床断熱は絶対した方がいいということですね。天井はちなみに18度ぐらいありますね。これは今石油ファンヒーターつけてるっていうのもあると思います。それでは寝る準備していきます。今日なんですけど、フリースのパジャマ忘れちゃいました。なのでこのチノパンと上パーカーですね。これで寝ます。で、中にはこういったユニクロで売っていた長暖というヒートテックの肌着を装着して眠ります。それでは石油ファンヒーターは切ります。今からですね、すぐに寝ずに30分シュラフの中でゴロゴロします。何度シュラフ内温度が上がるか検証します。現在が 9.8 度です。車内の温度は 14.4 度です。今上半身は寝ている状態です。やっぱり空気がどんどん冷たくなってきます。ただ足元は湯たんぽ入れてるんでポカポカします。30分後温度どうなってるか楽しみです。寝ないように頑張ります。30分だけのつもりが3時間寝てしまいました。今現在の車内の温度が 1.2 度。シュラフの中が 31.9 度。めっちゃあったかいですね。じゃあもうちょっと寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠りました。外はもう真っ白ですね。現在の車内の温度が 1.9 度。一番下がったのは 0.4 度です。このボディは 4.2 度。このプラスチックのところも5度。もう天然の冷蔵庫状態です。現在の外気温、この有線のやつがマイナス 2.3 度。一番下がったのがマイナス 4.8 度です。やはりマイナス5度ぐらいまで外は下がっていたようです。こんなにもキンキンに冷えたんですけど、このシュラフの中は本当は暖かかったです。今のシュラフ内の温度が27度。ほとんど温度下がってないですね。めっちゃ暖かいです。シュラフから出るのが辛いです。結露なんですけど、ボディは軽く濡れてますね。ただこの下の方は結構濡れてますね。そして窓、やっぱり窓は凍ってます。結露が凍ってます。もう全面凍ってます。これ当たり前ですけど、凍っていたらシェードに水滴つかないんですね。冬の車中泊はいつもシェードが結露でベタベタになるので、拭かなくていいのは楽ちんですね。ちなみに湯たんぽはまだほんのり暖かいです。それでは石油ファンヒーターつけます。つかないですね。ポータブルバッテリー 20% ぐらいあったんですけど、寒さで急に 1% になりました。やっぱり氷点下近くなってくるとリチウムバッテリーは弱いですね。もう一台の方に挿してみます。こちらは 50% 残ってます。頼む、ついてくれ。つきました。めっちゃあったかいです。
いやー、ほんと来てよかったです。最高です。それでは少し外に行ってみて、外の様子見てみたいと思います。その前に朝ごはんの準備しておきます。昨日の塩ラーメン鍋、その残り汁で炊き込みご飯を作ります。先にこの無洗米をスープの中に入れて水吸わしておきます。今日は炊飯器じゃなくてこの IH とアルミ箔鍋で炊き込みご飯作ってみます。一旦石油ファンヒーターは消しておきます。出入りなんですけど、こちら側で出入りすると息が結構入ってきて、この辺が濡れちゃったんで運転席から出ます。それでは開けてみます。お、もうここまで来てます。すごいな。おお、すごい。雪の量は昨日また少し増えたようです。ただ車体の前はそこまで雪が積もってなかったんで、これは簡単に脱出可能です。昨日はミラーをあえて折りたたみませんでした。朝起きて開かなかったら怖かったんで、昨日ワイパー立てるの忘れてしまいました。これ凍ってますね。今から立てておきます。よいしょ。この前輪タイヤの後ろ、完全にこの辺凍ってます。おお、これはちょっと後でちゃんと落としておきます。車体後方、ルーフから流れ落ちる水滴がもうこんな感じで凍ってます。いや、しかしほんとかなり積もってますね。足が取られそうです。これ何センチぐらいなんでしょうか。測っておきます。お、増えてますね。31センチまで積雪増えてます。先に雪下ろししておきます。これはちょっと凍ってますね。フロントウィンドウ。この温度計はここにセッティングしていました。この凍ったフロントウィンドウなんですけど、これスクレーバーっていうんですかね。こういうの持ってきてます。これでいけますね。これ結構気持ちいいです。とりあえずこんな感じですかね。輪止め忘れてました。埋まってました。じゃあ反対側も。これで出発できます。暖かい車内入って朝ごはんいただきます。いやー、石油ファンヒーター、ほんと神アイテムです。一瞬で温まります。それでは塩ラーメンの炊き込みご飯炊いていきます。昨日の余った野菜も入れていきます。そしてこれ焼き鳥の塩味、これ入れたら絶対美味しくなると思います。昨日スープが少し薄くなっていたんで、このタレも一緒に入れて炊いていきます。電源落ちました。ファンヒーターも LED 照明もしてます。ポータブルバッテリー電源落ちてますね。残量が3% なってます。2台目のポータブルバッテリーは容量 1000Wh だったんで、容量結構あると思っていたんですけど、この IH で炊飯が良くなかったですね。かなり消費していたようです。今回は電気のみ、ガス持ってきていないんで、これ10分ぐらいしか炊いてないんですよね。なのでしばらく放置して蒸してみます。寒さはシュラフにくるまりながら耐えます。で、このモバイルバッテリーありましたんで、こちらで LED 照明はつけます。
見た目はすごい美味しそうなんですけど、ご飯できてるんでしょうか。食べてみます。それではいただきます。できてました。ちょっと柔らかめでおじやっぽいんですけど、なんとか緩めの炊き込みご飯という感じです。美味しいです。自分煮卵めっちゃ好きなんですよね。いただきます。これがあると一気にラーメンっぽくなって美味しいです。ご飯も塩ラーメン鍋の旨味と缶詰の塩加減がちょうどよくて、何本でも食べれそうです。ごちそうさまでした。絶妙な塩加減だったんで、これ1合でいっぱいあったんですけど、全部ペロリと食べちゃいました。40中盤になってもまだまだ食欲が衰えません。この体どうなってるんでしょうか。かなりコンパクトになりました。あとは防臭袋に入れて車内に匂い出ないようにして持ち帰ります。それではそろそろ出発の準備します。最後に今回の極寒雪中車種泊で感じたことなんですけど、まずこの石油ファンヒーター、これ神アイテムです。もうこれ使うとカセットガスストーブには戻れません。段違いであったかいです。最終残量なんですけど、結構残ってますね。だいたい3分の2ぐらい、このぐらいまでありました。この容量が 3.5 リッターなんで、これの3分の2だったらだいたい 1.2 リッターぐらい使用したことになります。100円として換算すれば120円ですね。コストめっちゃ安いですね。ただ電気は意外と消費するなと感じました。これ 580Wh のポータブルバッテリーなんですけど、3時間使用して残り 51% になりました。だいたい7時間ぐらい使えると思います。今朝は寒すぎてポータブルバッテリーの残量がなくなってしまい、違うポータブルバッテリーで使用しました。1泊2日の車中泊旅で夜と朝ガンガンに使いたいなら、容量 1000Wh ぐらい欲しいなと思いました。料理と照明とは別にです。これは本当に家で使ってるやつなんで、今度消費電力の低い石油ファンヒーターなどいろいろ探してみて、また検証したいと思います。そしてこの登山用のナンガの寝袋なんですけど、これほんとすごかったです。ぐっすり眠れました。マイナス5度まで快適に眠れるということなんで、今日は車内マイナス1度くらいだったんで余裕でした。前に眠れなかった時はこのロゴスの冬用のシュラフ2度まで対応です。こちらと中に電熱パッド、暖かい毛布を入れてました。この組み合わせ、軽キャンピングカーなら全然余裕だったんで、この L 版でもいけると思ったんですけど、全然眠れませんでした。今回みたいに寒さで電気がなくなることもあるんで、やっぱりもう電気なしでこのシュラフだけで眠れる環境っていうのは冬の車中泊で本当大事だなと思いました。今回はこの電気湯たんぽを使いましたが、これなくても暖かかったと思います。さあ、それでは無事に出れるとは思うんですけど、ゆっくり慎重に出発します。エンジンかかりました。うわー、すごい結露してます。危ないとこでした。この雨よけ外すの忘れてました。これちょっとかさばるんですけど、性能はかなりいいです。